大江さんの三日月をちょっと教えてください。硬いですね。多分もうこれ一発回ったら終わりです。僕はこっち怖くて、逆に僕こっち怖くて言えないですよ。あ、そうだ。いや逆なんだ。面白いですかね。みんな皆さん去年さ全日本ね妻が出たんで見に行ったらみんなすっごいじゃないですか。もう激しい打ち合いで、次の日お仕事大丈夫なのかな。ここで延長なんかもする方もいらっしゃいますし、いやこれじゃなくてもうちょっと楽な方法を、ね、どなたかがこう率先してやるようになったらまたそっちの方に行くのかな。そうですね、確かにもったいないかな。足止めてガツガツ組む人多いです。そうメンバーとかそういう人にちょっと影響を与えてる。もう組手はもうすごい楽する組手してる選手たちと組手しててもう全然こうガツガツしてなくて、ただ単に自分がダメージなく楽しめればいいよみたいな組手しちゃうんで、はい、ただそうだと選手はあれなんですよね、こうなんか選手のためにはなんないですよね、ガツガツしないとこっちがなかなか難しいなと思います。裏話あ、大江さんの三日月をちょっと教えてください。せっかくですから。こんな感じで。自分の場合は、それこそこっちを引っ張るんですけど、いくつかパターン、これも前足からなのか後ろ足からなのかで全然違うんですけど、だから原理は全部一緒で、前足からの場合も後ろからの方が分かりやすい。ここからここまでを引っ張って、このグーっていうしならぎを使って、ここから一気にこちら側にパンと回復する関係をするので、じゃあ軽く少し。硬いですね。多分もうこれ一発回ったら終わりです。で、若干やっぱ前気味ですよね。そうそう、もう、なんかこのぐらいの軌道で重心をするっていう感じすごい勝負で、これでも効きますね。前足とかの場合はで引っ張っといて、いう感じでもう挟んでる感じですよね。飛ばさない感じですよね。これはもうギュッていっといて、こっちに行っちゃって、これでいける。一緒ですよね。そうなの、実は畳んで挟むのかね、伸ばして挟むのかっていうところです。どんどんこっち引っ張ってこっちにつけていくそういう感じです。あとは100人組てる時はサウスポーに構えた時に100人組でだからこそできたんですけども、構えてる時にこうやってなんかちょっとわけのわからない構えしといて、何してんだろうって思ってこっちのためをこの構えで作っといて楽しといてこうっていうのは結構隠してよく使ってより直線的な感じです。そういうの見たことない。ありがとうございます。自分は回す感じですよ。そう。下からこうポンと回すで、こういう決めてこう先端使ってる。だから肘の裏側ですよ。僕はあれなんですよね。こっちを僕はここを蹴ろうとして、結構足の指を出したことがあって。だから自分とか三日月系もこっちじゃなくてこっちでできるかでもそっか、だから今からねインパクトあったら通りますよね、力が。でその一発でケアをするっていうよりはこれで効かしてなんですかね、その相手コントロールしたりとかするのが目的でちょっと使ってたっていうのもあって、これでってわけじゃなくてそのきっかけみたいな。嫌がらせて入ってこないようにするとか。いいですね。これは武器ですね。で倒すっていうより結構当たるから嫌だなみたいなことをさせるみたいな。前って怖くないですか？意外と、ここに切るやつは、意外にこうは間に合わないんで、これしかないですけど、ここまで締めるとこっちが怖いんで、上があればここまで締めてこないっていう感じ。動かないこっちがあるからですね。トータルでやっぱ小月さんだからその技っていうのがやっぱりあるわけですね。で相手がこうしたら逆にこっちが蹴れるんで、
自分はどうしてもこう相手がこうなったらもうそれこそこっちが開くだろうと。ああ、僕はこっち怖くて逆に僕こっち怖くて言えないですよ。あ、そうか。いや逆なんだ。面白いですこれ。自分はこう足の甲が当たれば、先端が走ってくれる。ズボンとこう指先が入っててくれる。自分も本当肘何度も蹴っ飛ばしたんで、だから今指もちょっとおかしい。これそのせいなんですか？はい。ここは元はついたんですね、ここに。それがつかなくなってみたいな。何度も何度も。自分も今はもうこれ親指はつかないんですけど、今でも一応人差し指ぐらいだったらやっぱ同じすごいですね。ただもう今はやってないんで親指はもう途中までしかいかないですけど、でもそこまで曲がりもないかも。もっとこう刺さるような感じですね。逆にここまでいっとかないとやっぱ怖いです。肘蹴った時に肘多少当たってもツボって抜けてくれればまだあれなんですけど、じゃあ次はもうクイックを背中のこれもこれ今の普通に僕が楽しい熱がどんどん入ってる先生も教える熱がどんどんさっきも教える熱がどんどんそういうことになってほぼさせる土地がもう2人とも熱くなってるみたいな。こっちも入ってるじゃん。2人でどっかに行っちゃうぐらい。2人の世界でした本当に。素晴らしい。楽しいですね。これ、ゲームがされてるかどうかあれなんですけど、対重量級でこのやっていたこととかをあんまりこう参考にならないんじゃないですかね。勝手にだから掘り下げる。内から下からとか。こう正直重量級相手に結構打ち合ってそれしかできないから、本当はこう他の方法を皆さん選んだ方がいいと思うんで、でもなんだろう、本部っていうとね、下がるな前出ろみたいな、回るってなんだみたいな。でも自分の中でどうしてもやっぱり回る瞬間ってカウンターの瞬間なんですよ。だから回るとかこう足使うっていうのはこう逃げになっちゃうんですよ。だから仕切り直して、でも本当そのまま入ればカウンターになるのになんで回っちゃうのっていうのが自分の中でよくありましたね。その辺対重量級でどんな意識でやってたのかあんまりだからおすすめできないし、今の空手に合うのかなっていうとハテナだし、あんまりこう、おすすめできない自分の育った土壌がそれしかこうねないとか、あとは自分も先輩にこういろいろアドバイスの中で足使ってみようっていう時もあったんですけども、なんか合わないなっていうのがこうモヤモヤしたものがずっとあって、だから潰しながらこう削りながらこう自分の形に持っていくとか、だから例えば蹴りにしてもこうブロックにならないようにこう蹴ってきた時にこう動き出すっていう、こういうところですね。これ自身やっぱり聞いたら出てきそうな気がするんですけどなんなら今すでにこれ自身がコンテンツになってた気がするんですけど、だから本当その辺のものになります。だから合わせもしないし、とにかくちょっと前に出て叩かなきゃいけない。叩いて距離が出れば場内に行けるっていう。結構潰しに行ってる時とかも、正面で打ち合ってるんですけど、重量級の相手にこう連打でこうされるようにならないようにっていうのはなってましたよね。あれはあれですかね、さばいて逃がすことで2打目をもらわないように削ってるっていうか、本当にこう回転でどうにかこう弾いてる。なんか見ててもその重量級とやってても結構こういうふうにガンガンやってるにもかかわらず、重量級とやっててもこうはならないっていう。だから融通が効かなくてそこまでになっちゃったんですね。でもトップ取れないし、それをできる軽量級ってじゃあ他に誰かいるのって聞かれたらもう見当たらないんですよね。こんだけこうそういう人間
だから上にはいけないし、こうなんだろう、ダメだったんですね。最後の世界大会の時とかバカバカ重量級と打ち合って、だから最後のあれザンデルさせたいからしかできないんでしょうがないっていう。ああでもあれ観客めちゃくちゃ盛り上がりましたよね。そうだから、まあ、結果的にこう終わった後で、ああ俺って運が良かったんだなっていう、そこしかない。だから例えば自分が今のこう足使ってパーっていう速い展開の時に空手の選手だったらどうなってるのかなっていうところ、難しいんでしょうね。でもそれはそれでそのあれに合わせて作られると思うんですけどね。僕も昔の自分の現役の頃のスタイルで今の試合で出たらすぐビピピピピって絶対それともうバベベベベもうあとちょっと優遇させてもらって押しても審判当時の審判だったらね取ってもらわないで済むとか。当時僕らの時もそうですけど、やっぱ押し合いに押し勝てないと試合に勝てないから、なんなら2人がかりで押してもらってそれに対して対抗してミット練習したりとかしてたので、今の人からすると信じられないから何やってんのみたいなもうなんならミット持っても1人ミット持って後ろからもう1人が押してもらってポンと押されてる状態で組み張って打ち返してみたいな練習をバカバカやってたのでだから当時ねしばらく一緒にやってたギャリーなんかは本当もう捕まえられなくてこっちかったからこっちに行ったりとかで、よし上段入ったと思うと頭がふってなくなったりとかっていう本当信じられない動きばっかり、すごくいい経験になりました。本当フランシスコもいたりニコラスいてギャリーいてっていうね、本当面白い時代に選手できたなと。見まくったっすね、その世代のビデオもうなんか多分世代的にはもうその世代じゃないんですけど、もう大学生の頃からもうビデオ見るのが趣味でメディア相手とか松井派さんも毎回大会にビデオ出してるじゃないですか、もうなんかうちもう今も VHS の時代じゃないんであれですけど、自宅に多分5、60本ぐらい大会のビデオあるんですよ暇があればずっとうちで何時間でも見てるんですよ多分変態なレベルでビデオ好きで今のでもやり取りからするとやっぱそうなんだろうなっていうのは見受けられますよね。本当好きなんでしょうね自分はこうあんまりね好きじゃないくらいの空手休みならば本当休んでたいくらいうちの味の方がよっぽど好きなんだろうなと思う時もあったし、だからね入るんでしょうね。自分の中ではこう、空手っていうのは一番できたから続けてるんで、こんな自分でもなんかできるものがあったんだったらそれにで勝負するの方がいいのかなみたいな、そんな感じで今やるのをやってる。自分も空手取ったら何も残らないんですけどただいろんなやっぱ格闘技みんな面白いですよ。そうですね。でもパッてこう感じたりするだけでまた次の稽古にもなんとなくこう入ってきてるし、そういうこう誰かに何かを習おうとか、ね、今ちょっと前で言うと沖縄の拳法みたいなのね流行りましたけど、習いに行かなくてもちょっと見ただけで、なんかいろいろと自分のあれになるのかなっていうのは本当にこう日常の中でパッとテレビ見るのと同じような感覚で捉えた方がより自然に体の中に入ってくるのかなっていう感覚がありますよね。今もう動画で技術見放題ですよ、昔はもう全然そういう機会がなかったんで、僕もいろんな大会に毎回もう大阪とことか見に行ってもうずっとメモ帳型でずっと大会を明日からも変態ですよでその時もまたなんか書いてるのがまたあいついるよぐらいのギャクレンの大会の時によく言われてました。よくいつも当たる子たちがライバルの子はギャクレンの子にもいたんですけど、もう途中からどうせ見に行ってるのバレてる人で最前列で朝一に座ったらもう表彰式終わるのでずっと席に座っててそういうタイプなんだだから引退してからよくその選手たちと話すんですけど、なんか舞台で試合してると最前列でコウケさんがいつもいるからってまたいるよって思ってたって言われたら自分の言ってること間違いじゃないですか
なんかそうですね、もうなんかご飯食べるのももったいなくて、なんか朝行ったらもう帰るまでは休憩時間のトイレ以外は一切立たずにずっとそこまで試合を見てるから。そういう本当に純粋な方だからこのチャンネルも見る方もいっぱいいらっしゃるので人柄です。そうです。多分普通に考えたら変態なだけなんですけどそう変態なんでしょうねマニアとかオタクって言われたらもう何も答えられないです。そうじゃないかなっていうしかないですけど。そうありがとうございます。なんかこれコンテンツになってんじゃないかなと思って今のでなんかコンテンツになってる気がします。ここまででいくと多分軽くでもいきたいんですよ。めっちゃいいです。コツがあって、まあちょっと軽くじゃあ切りますね。うおー、これは痛いわ。これやばいですねこれは今のでも痛い。こういうタイプの人に少し外が立てればもうほぼ 100% います。スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば